じゃあ今日は阿字日神社に来ております。はい。なんとこの神社は今年建て替えが完成したんですけど、その建て替えを行った棟梁の池田貴則さんにわざわざお越しいただいて、いろいろお話を聞きながら紹介していこうと思います。はい。よろしくお願いします。棟梁よろしくお願いいたします。池田貴則です。じゃあ参りましょうか。この階段もすごい綺麗になりましたね。昔からずっと綺麗に掃除されて、建て替えと同時に周りも綺麗になりました。すごい綺麗になりました。で、こちらが建て替えられた社殿になります。まずこの香料っていうんですかね。あれはハイビスカスですか？そうですね。これはやっぱり世論っていうことを意識してここにハイビスカスを持ってきたんでしょうね。神主さんが希望されて。ああ、そうなんですね。注文したものですよね。へえ。ここのエビのようにこう跳ねてる形でエビ香料って呼ぶんだそうですよね。これは難しいんですかね、この技法は。実は700ぐらい幅がこうなって700ぐらいの幅のこういう厚い板を、木自体を斜めに持っていくとおかしいもんで、水平に持っていった段階でこうえぐらんないかもんだから、かなり幅の広い糸を使ってるんですよ。そしてここにセットするのにもうこの辺で切ってくるもんだから、彫刻屋さんは、それを寸法を測ってここに入れ込むのがちょっと大変ですね。鹿児島に一宮神社ってあるんですよ。あれをモデルにしてるから、亡くなったその宮司さんがそれをモデルでしてくれということ。それも遺言で。でわざわざ鹿児島行って全部写真を撮ってきたんです。ここの神宮の神社の一宮神社の先生に頼んで、頼み込んで全部写真を撮って、それを元に図面化して。だから一宮神社と似てます、これは。この神社は全体的に。じゃあインタビューいきますか。よろしくお願いします。いろいろ教えてください。どういった経緯でここの建て替えを任せられることになったのかっていうのをお聞かせ願えますでしょうか。いや、当初聞いた時はですね、やっぱりこういう重大な物件は従来こう島内で昔からされている建築屋さんとかいろいろいらっしゃいますので、その方がいいんじゃないかねって僕は勧めたんですけど、なんかここの親父さんがですね、ぜひ僕に作ってくれちゅうなんか遺言みたいなことがあって、それで本腰入れて図面引くようになりました。遺言で残されてたんですね。もうご指名されてたんですね。それを後でちょっと話を聞いた、だいぶ後で聞いたんです、私。すごいですね。どうしてその方は
ね、池田さんに白羽の矢を立てていらっしゃる。多分そこの、まあ、木造住宅を主にやっていたですから、純木造ですね。はい、だから、中はまさにこんな感じの中の造作は、だいたいこんな感じ。だからこういう木、木材に携わっていましたから、25年からまあ30年ぐらい。だからそのちょっと知恵を絞っただけでできたんじゃないかねと思うんです、自分ではね。はいはい。はい、ありがとうございます。建て替えにかかった日数は大体どれぐらいですかね。日数はまあ約、間を置いていろいろ基礎をして間を置いたりありましたけど、トータルするとまあ、約2年ぐらい。たった一人でおやりになったと聞いたんですけども。そうですね。木工事は全部一人です。あと、氏子さんたちが手伝ってくださったって聞いたんですけど。それはもう、はい、ものすごく助かりまして、どういったことをこの柱を立てたり、はい。それから、搬入した材料をね、移動したり、もう搬入はゴンときますから、材料はボンと一括。それをこう一本一本運んでもらったりね、こういうところ機械が届かなかったり、人の力が必要だったもんですから、そういうところに貸しをいただいて、もう本当自分のごとく貸し応援をいただいて気持ちが良かったです。ああ、そうですね。ありがたく思いました。じゃあ、もう皆さんの気持ちがこもったそうですね。神社ですね。与論島には材料となる木材がないじゃないですか。ないですね。これはどちらから取り寄せたんでしょうか。これ取り寄せも大変でして、はい、木材を吟味して取り寄せるのにもうそれだけでも1月以上かかりますよね。でこれはある人の紹介をいただいて、鹿児島県内にもあんまりこういう材料を出してくれる会社がなくて、はい、島根県の会社に依頼してですね、はい、そこから運んでもらいました。はい、瓦なんですけども、一般的な日本の神社の瓦と違って、ここは琉球赤瓦っていうんですか、使われていますね。それは意図的にやっぱり与論島は沖縄に近いので、沖縄風にしようと考えられたんでしょうか。これはやっぱり最初は沖縄瓦で調達してことができないかねっていうことになっていたんだけど、やっぱり予算の問題もありまして、宮司さんの大きな希望でですね、こういう色の瓦がいいということで、だったらもう島根に石州瓦っていうのがあって、そこでも素焼きでこういう色を出してくれる会社があるということを僕はいろいろ探して、それで見本を送ってもらってね、はい、まずは、はい、それを宮司さんに見てもらって、それでも納得をいただいて、それで決めたんですよ。でやっぱり伏せてみた後ね、一枚見るのと全体を伏せて見るのとは、まあ、感じが全然違うもんで、まあいい感じだなとみんないい評価をいただいております。上薬塗ってこうピカピカ光ってるのよりはやっぱり落ち着いてね、いつ見ても落ち着いた色ですので、なんか自然と溶け込んだ感じがしますね。本当この森に溶け込んだそんな感じも、自分としては感じますけどね。はい、社殿の見扉についてお聞きしたいんですけども、なんか見扉が開けた時にギーッと
いう音がするのが、すごく重要だっていうふうに聞いたんです。これ、なんか大変難しいとお聞きしたんですけど、その辺の苦労はどうだったでしょうか。音が出ないといけないということでですね、いろいろ、なんていうんですかね、いろんな友達とか、いろんな人に聞いて、いろいろこう、図面も送ってもらったんだけど、なかなかその通りいかなくて、これはもう、それ送ってもらった以外の方法を伝えべか。方法でですね、自分で工夫したんですよ。ほんとこれは。だからね、くさびで、まあ、3年ぐらいはなるでしょうね。で、くさびを1ミリぐらい打つと、またあと3、4年はなる。そんな感じの上からこう打てるようになってるんです。見えないところから。実は今さっき、ちょっと棟梁に特別に開けていただいて、私、音をお聞きしたんですけど、ちょっとびっくりしました。なんか思ってたよりも、なんかバーって響いて。ここまで聞こえました？もう十分聞こえました。はい。すごい、びっくりして、すごい神聖な感じがしました。与論島は台風が非常に多いですし、湿気はひどいし、また塩害がすごいじゃないですか。なので、建物の劣化が、本当に本土に比べて、かなり早いと思うんですけども、この社殿は、どのぐらい持ちますか？塩害にはもうかなり気をつけています。だからもうステンレス製の金物全部使って、基礎の、なんというか、アンカーボルトから、屋根の釘まで全部、ステンの液を使ってますので、塩害、塩につけてもね、錆びることはない、ビスとか金物を使ってますので。棟梁のここをお建てになって、そうですね、一番、ここが、自慢のポイントっていう箇所はありますか？自慢は、全部自慢です。全部自慢。いいですね、そのお答え。素晴らしいです。場所、同じような、念を入れてますので。気持ちを込めて。もう、本当に、目の届かないところも、正面目立つところも一緒です。すべて心を込めて。そうですね。なんと言えばいいか、気力でやりました。気力で。じゃあ完成した時はすごく嬉しかったんじゃないですか？嬉しかったですね。嬉しさは、あまり人と共有できなかったかもしれない。もう孤独だった。そうです。嬉しい割に孤独感もありました。まあね、たった一人で、最初から最後までやられたということで。なんかほっとされたっていうのもありますか？ほっとしましたよ。もちろん、ほっとしたのが先でしたね。